あ、何もしてない。何もしていません。はい。皆さんこんにちは。こんにちは。あごです。小さきうらです。そして古いりほです。イエーイ。イエーイ。ついにね、りほちゃんが我々のラボに来てくれましたね。本当にこの全日本国民、音楽人にとっての救いの YouTube チャンネルについにでかね、出させてだい出さぶあったかい。せていただけるなんて。いや本当にこんな風に思ってくれてたんだ。いやーありがとうございありがます。とうございます。貴重なチャンネルですよ。嬉しいです。本当にね、撮影はありがとうございますね、本当一人より二人、二人より三人いや本当そうでというすよ。ことでね、うん僕はずっとねゲストに呼びたかったんですよ。ありがとうごずっと言ざいます。ってたもんね。そうそうそうありがとうございます。まあ二人とも曲作ったことあるし、うんまあすそうだねごい気の知れた仲というのもあるので、そうだねはいはい。そうであんまり YouTube とかはね出てないっていうのもあり、そう初めてだと思う。初めてここでいいんですか？いやもう私も参考にしてさせてもらってるからもはやこのチャンネルみたいなプラグインとか買ってるから一リスナーやったってね。そう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 ありがてえな。嬉しいね。まあせっかくゲストに来てもらったので、うん今日はね楽曲解説会です。やったーはいいいね2つできればなと思っていて、はいちょっと前半の方では新曲です。おうんちょっと待って緊張してる緊張してる今ね曲名がねうん「ちゃんと」っていう曲なんだけどああなるほどね。しっていうしができる C スタートになっちゃった C じゃないよそう多分この動画が出る頃にはリリースされてるんだけど、はいはいはいちゃんとっていうちゃんと曲をね一緒に作りました。いいね、はいいいタイトルじゃん。そうね、めっちゃいいタイトル。どんなメッセージが含まれてるのか。そうあーちょっとぜひねね今多分皆さんも聴けてると思うから、うんそうだね。リリックを見てほしいね。そうですね前半はそのちゃんとっていう曲をでもう一個の方は結構リクエストが来ててピンクの髪っ嬉しいていう曲が見たいと中身がおーアンセムですから。あれはねいい曲だよ素晴らしいよ。うんそうりほちゃんの顔になってますからもう。ありがたいでもあれからでも本当なんか伸びてった感じあるからあそう、うんありがとうございます。自分を見つけた感じがあった本当見つける手助けしちゃっいやたもうえあごくんがこんな妙利につける会話ないね。ね一番嬉しいよね今の嬉しいね。本当そうそう本当そうということで1曲目に解説するのは古井里穂ちゃんとという曲です、じゃあ、うんちゃんと早速見ていきましょう。はいしんちゃんは初劇だからそうなんですよね。いいね。いい音色だね。チュミチュミしてるね。めっちゃいいね。いいやろ嬉しすげえ自信あるこの曲いめちゃやこれくちゃいい評判もいいもんずっと聴いちゃうこれうわこれ頭残るわ。めっちゃ残るわ。はいということでマジでありがとう。いやめっこちらちゃいいこわこれね本当に好きなのこの曲そまたそう言ってもらえてそうだからみんなに見せたかった YouTube 撮ろうよってずっと言ってて聞いて一発目の感想で言うと肩の力抜けてるのにちゃんと伝える力があるっていうかちゃんとねおーちゃんとそうちゃんとねちゃんとって曲だからねそこ両立ってむずいなってすごい思っててさ、うんうん俺がやっぱこう、はいはいある程度力入れて、うんがっつりパワフルにゴリって聴かせてもう額に汗してるような雰囲気の熱量がないとなかなか曲って伝わんないんだけど、うんまあこれからね紐解けばいろいろ見えると思うけど軽快なビートとか流暢なフローでちゃんとこうスムーズに聴かせてるっていうそれがすごいネクスト感あるね。嬉しいです今までだともっと多分サビがなんかこうウェーみたいな、うんダンダンズカダンドンダンってなってたと思うけど意外と軽快なまま行くのがすごい良かった、めっちゃ勉強になるこれ言語化うまっいや思いましたそういうわけででも中見るの多分初だもんねうん初々やっぱだからあれだよね今日はりほちゃんがさ歌う人がビートに対してどういう風に思ってるかとかあそうーねいうところをちょっと聞いていきたいよねそうねなるほど俺らだけだとビナードな感じになりすぎるビートのなんかそう説明まそうお互いのビートの解釈と解釈のぶつかり合いみたいなそうそうそうこういう解釈もできるよねいやそうそう
で背景にはこういう意味もあってみたいな話になってくるからもうちょっとね歌い手目そうそう線は欲しいな。せっかくりほちゃんがいるんだこういうビートだからこういうメロン乗せましたとかあ、そうとかそうそう、ねまさしくうんうんうんそういうのがねちょっとぜひ聞きたいですね。とりあえず全体ざくっと説明しようかな。はいいつも通りちょっとそうねぜひぜひ見たいまあです。曲聴いてもらった人は分かるんだけど、イントロあってで1番バースあってプリコーラスあってコーラスあってでそこからまた2番アリーのそこからブリッジのとこは音がっつり抜けて、ここはねもう完全にライブで盛り上がりたいっていう気ほんとそう持ちでやっね。てるパートで、最後にまたフックがある、そんな全体構成になってるんだけど、先にリズム隊から見ていこうかな。いいですね。あごくんはリズムですからね。ビートそうこのドラムのところがそうね。肝ですね。肝ですよで。もねトラック少ないんだよねこの曲、すごい少ない。あ本当にこんな少ない。にガチガチしてるほらのに。見て見て見て、だってビートでさドラムで1234567891011121314151617まあクラッシュとか FX 入れて17だった少ないと思う。まあまあまあその展開がちゃんと整理されてるから1個のトラックでやりきられてるっていうのがすごいいいね。先にじゃあねサビんとこのドラムを鳴らします。こんな。いやいいビートだよ。ワクワクするもんね。聞いててそうね。でもねシンプルだと思うんだ。やっぱアゴのビートってすごいこうグルーブがほんまに整理されてるかわかるらわかる。なんかねすごいわかる。シンプルなんだけど、シンプルだなっていう感想よりも先にやっぱ体が揺れる。いやーすっごいわかる。ありがて特にやっぱベースの音の長さえ。うんうん。がめっちゃ整理されてるのあーなるほどと、ねあともう一個めっちゃこれ重要で、なるほどね初心者ビートメーカー見落としがちなのは、ハイハットのタイム、あー裏打ちハイハットの短さ、これね。そうそれがねめっちゃ表情つけてて、この音の長さってこと長さがそれがね裏打ちがもうちょいベターっとしててうんつうんつうんつってなってたらちょっと違うよな。もっと全然違うニュアンスになるし、短すぎてもアップにならないからそうそう。このハイハット聞いてもいいですか。あいいですよ。これね。あこれ普通は多分ズチツチツチなんだけど逆なのかな。ツツツツツなんだよね。実はね頭にアクセント。タイトだね。そうめっちゃタイト。音が短いのよ。そうでなんか後ろに面白い音いたね今。オープンみたいな。そうね。あちょっとおまけで。なんかフェーズみたいなのかけてんの？いやこれ多分ねこういう音。サンプルなんだ。音がこういう音。めちゃくちゃいいね何も使ってないね。そうハイハットはね特段何もしてない。スースだけだね。スーズ何との被りを消してんの？浅くねかけてるだけかな。ちょっとうるさかったから。あなるほどね。そうほら超浅いでしょ。とりあえずマイルドにして。ベースなのかな基本はね。ね。いやもうそうお前ベッペッピョンベッペッピョン。キックはねもうシンプルだからマジで。ほら。本当だね。でもあとね、アゴのビートってキックの100から200ぐらいがすげえ出てるの。ああそうかもしれない。そう、ドンドンコッコッコッコみたいな。そうかも。ここすごい出てるね。それは EQ で出してるのあって。いや特にねそういう音を選んでるのかついてない。そういう音が好きなんだと思う。なるほどね。そうむしろほら EQ なんかこれぐらいしかしてないし。本当だ。結構音色的に言うとさ、やっぱトラップとかヒップホップのキックってその辺がすごい出てて、EDM とかだともっとキックがどんしゃりやねんけど、こういう曲やったら俺多分もっとねハウスっぽいキックにしちゃうああドンモンモンそうモンってやつか。ってやつを使いたくなっちゃうねんけど、意外とそうじゃないっていうのがこの曲のキャラを決めてるよね。ベースがね結構低いのよこの曲。うん。 2本になってベーてスに下をやってもらってんだ。こいつが結構下まで出ててうんうん。サチュってパスパスやしね。そうゴリッゴリ沈んじゃってるけどうん多分いろいろやってるはず。サタンね。サタンしたりとかでこれだけだとあんま聞こえねえなと思って、うんこいつこのミョンミョンミョンっていううん。あでもこれがめっちゃ大事やわ。これが大事だね。超仕事してるこれ。こいつの音をまず思いついて、うんだけどこれだけだと薄くなっちゃうから下敷きに下のベースくん縁の下の。そう入れてこいつはこの音色がさ、なんか遊び心っていうかさ、無あー邪気さみたいなキャラクターめっちゃつけてる。多分5割以上こいつのせいで楽しい曲になってる。結構その感じって歌のトップラインにめっちゃ影響するよね。うん確かに確かに。これがあることで、歌詞もなんかちょっと遊び心あるというか、B メロの無理しないでねとかもしたくないのよみたいな、やっぱこのバイブスからこう来る歌詞かなとすごい。あるよ。やっぱそういう音色聞いて結構湧く。ワクワク。あ湧くんだ。本当世界観に左右される。絶あー対このベース1個にしろ、キック1個にしろ。
多分何かが違ったら絶対違うメロディーになるし歌詞も変わってくると思う。なるほどね、逆もあるもんね。逆はめちゃくちゃある。あるよね。なんかその歌詞の一部来て、あ、じゃあこの音色みたいな。そうなんだ。とかセッションの時のトップライン聞いて、うわこの感じやったらじゃあもうちょいこっちの方がいいなみたいな。そう変えるパターンめっちゃあるね。そうなんだ。相互に影響を与え合っております。そうだね。キックベースハイハットみたいなのかな今。めっちゃシンプルなんだよな。スネアとかも別になんか普通だと思うよ。ほら。あ、いいね。オリバー系のね、はいはい。よくあるディスコとかの多分スネアかな。うんうん。そうディスコファンクっぽいっていうやつね。そうでたまにちょっとグラップがいますよみたいな。いやでもね、これなのよ。顎のねトラックの肝はね、ループの使い方がめちゃうまい。変化をつけるのがほんまにうまい。クラップもちょっとリズムにパターンつけてるやん。そうね、24でちょっと変えるとか、そう4バーぐらいでなんか変化はつけてるかも。これほんまにすごいこと。ほら。ああ、そういうことね。そう。一個音増やしていくか。そう。そうね。音色変えたりとか。そうだからもうね、こんなんダンサー涙するよこれ。踊りたくて音跳ねし放題みたいなやつ。踊りたくて踊りたくて泣いちゃうよ。こうやって見直すと確かにやってるね。そうなんかシンプルだったから多分その遊び心曲だなと思ったから、そう。うわー。ポコンとかポンポンとか。こういう系マジでうまいな。顎マジですごいと思うこれは。テク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 も好き。そうっていう邪魔しないんだけどちょっとずつ音が増えてはないのね。変わってるだけで。顎のねいいとこもう一個、音の楽器の数が増えるんじゃなくて、パターンの違いとかでサビっぽさ出したりするのがマジでうまいから、嬉しい。なんか自己肯定感ある。いやでも DTM で一番むずいとこやねんこれって。そうね、増えがちだもんね。そう音重ねるのめっちゃ簡単やから DTM って、サビっぽさを音の数の増減で表現しちゃうねん。確かにそうしてるわ。ね、音楽自体そういうもんだからいいんだけど、顎の魔法はマジであんまり重ねてないのになぜかサビっぽく聞こえるっていう。まあボーカルもここ熱いんだけどね。後でちょっとボーカル見るけど。見たいね。ボーカル結構やったもんね、いろいろね。やった。いや最後の追い込みが。追い込みがね。追い込んだんや。そう。じゃ楽器見ていくかね。楽器も少ないです、これも。サビだけど、4本ぐらいしかなってないかな。全部で。ちょっと楽器見ていきます。いやもうなんかもう結構ギリギリじゃない？これもう危ないぐらいリズム暴れてるような意外と。あ、でもそうかも。なんか単体で聞いたらギリアウトなんやな。そう。でもオケと混ざると大丈夫っていう。そうだったんだ。わかんないでしょ。でもシンセのみで聞いたら怪しいよね。結構リズムに。なんでこんな風になっちゃうの？確かね、キックのために隙間開けてて、サイドチェーンは使わないで、なんかそういう音色だった気がするんだよね。そういう音なの。頭開いてんの。頭が LFO で切られてるよね。そう、これ、ここね。そう、こいつのおかげで。普通そういう音色を使おうってなんないのよ。それをまあ一回入れてみるかっつって入れて、いい感じにするのがやっぱ顎のすごさですよね。だからこうなんか勝手にサイドチェーンしてくれてるみたいななってたから、最初多分もっと頭からシンセがバッバッバッバーって音だったんだけど、キックが弱くなっちゃって、あれあれってなって、でたまたまピピピってプリセットいじってたら出てきたこれ。あ、これじゃんっつって。でしかも帯域的にボーカルもちょっと避けれるから歌も立つし、意外となんか単体で聞くと破綻してる音俺いっぱいあって、これは結構頭からむしろいるね。聞きたいんだけど、こういう音色を選ぶ時って、もう頭の中にあるのか、それともバーってやってこうやっていくのか、どっちが多いの？そうなんですか。これ難しい質問だね。いい質問ですね。ありがとうございます。素晴らしい。やっぱ TTM 初心者としてやっぱ、いいですね。でもなんか感覚はあって、具体的に超頭の中になってるかっていうと、そんなことはなくて、柔らかくてこういうのがなんか口ずさめるくらいはある、そのイメージが。ミャオミョーンとかバオーンとかドゥーンみたいな、ビートボクサーじゃないけど、そういう感じのミャオミャオミャオみたいなのを口ずさみながらプリセットビーっていくと、あ、ミャオあったみたいな。なるほどなるほど。そうとか、その質感まではなんとなくある。だからどっちかというと想像をしながら探していくか、まあちょっと頑張って作るか。なるほどね。結構俺は自分のミャオンが見つかるまで結構時間かかる。一番時間かかるパートだもん、ここが。音選びのそのなんかシンプルなデモで最初から作ったじゃん、一緒に。
全然違ったもんね最初。そうじゃあ動画の最後の方に最初のデモ入れときます。お全然違います。もっと硬くてね、そうねオーガニックな感じのそうそうなんか可愛い野原が見えあそあ、そういうこう優しい雰囲気のやつが。うななんか蝶が飛んでそうな感じの、じゃあこんなバキバキにブラッシュアップされたのはプロダクションによってそうだね、最初にその言ってた力が抜けてるってもしかしたらそれかもしれあない。ー最初本当力抜けたるほどデモだったかそうら、そのそういメロうことなんだそう持ってきたりしてる。可愛い系だったんですよ、ちょっとそういうことなんやね。そうじゃあ頭にはあるんだ。ざっくりね、新先も？俺は頭に描いてからやるように気をつけてるって感じですへーじゃないと、うん沼って感覚がバグっちゃっていい音源に出会えてるのにいいと思えなくなったりとかで日を置いたらいいと思えたりするとかあるから、そうかそうか。そういうのがちょっとなんかもったいないなと思うからなるべく最初にイメージを膨らませて、そもそもこの曲ってこういうジャンルでこういう年代の文脈があるからこういう音色の方がいいよねってなるとこういう系のフォフォフォって音やから、うんあフルートとかかとか、あそういう順番で探していくようにしてる。あ、なるほど。プリセットバーって選んでいくマジックもあるんやけどね。うんあるこれたまに合うんだみたいな。激烈のミラクルが起きる時あるそうああ、そうか。これいけんだそうそうそうこれでいいやんこれでみたいなそう思ってたのとはそうね180度違ううん良さもあんねんけど、まあその時々かな刺激が欲しい時はギャンブルするギャンブルなるほどじゃあポッカチャポッカチャポッカぐらいみたいな今まで何回やったか分かそれんない。分かんない分かんない多分俺らがパソコンの前で費やしてる時間のなかなかの時間を占めてるそのいやそうだね音色探し音色探しがね。一番シュールな時間だよね、うんあれが旗から見たらね、いやめっちゃシュールだと思うよ。親に説明難しいだってね子供の部屋からね作業してるっつってキックの音選んでるだけのドド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 あんた何してんの何やってんの音楽作ったんじゃないの頭おかしくなっちゃうわよっつって怒られるよ多分っていう時間があるあります確かにいや確かにまあまあの時間使ってるねそれが時間かかっちゃうね。まあでも音色が肝ですからねいや DTM ほんとはそうねビートとかもそうじゃない。音色がしっかりしてないと曲がめっちゃしょぼくなってうん薄くなるから、特にドラムドラマさんねだから時間かかんだよねこれが、うんそれがすごいよ。あとアゴはやっぱさエフェクトで補強していくのがうまいよねああ俺いっぱいかけるねプラグインね、うんそれがすごいいいとこやと思うこれなんだろうああこれなんか面白いですねでも一部しか使ってないからこのアルペジオめちゃくちゃ大事あとこれあーこれいいねそうさっきのベースの音選びをした時に絶対この音が必要だったの気持ちがミョン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 っていうベースの上にこいつがキラキラなんか絵が見えた絵がなるほどなるほど。そうでこの音は使ったことほんとねずっと使ってなかったこいつだねこれ見たことあるわこいつって音めっちゃ太いのよそうだねでなんかたまにリードとかで使うとバチボコにいい音出るんだけどリードとかベースで使う人いるよねこれねそうどうしてもセラムばっかり使っちゃってて最近、でもこいつを引っ張り出してきたらいいのがあったっていう、めちゃくちゃいいねそうこれ結構最終段階で入れてなかった。あそうかもそうかもそうだよねなんかが足りないってなってうんそうこれだっつってこれも多分ねプリセットの1個目じゃないみんながこのシンセを開いて一発目になるやつ一発目のシンセだと思うおそらくいい仕事してるわそうそうそうそれでいろいろこれで設定して音を変えてるの。ちょっとだけねーほぼでもプリセット通りだと思うよもともとめっちゃ強くてパンチのある音やったよね抜けそうがあるあまあこれは補強してんのかな1個目のシンセをね大事だねこ補強っていうのも大事なんだね。ああこれねれあその辺大事だね多分こいつがいないと厚みが減っちゃってサビっぽさとかねが出ないんだと思うあと歌の量に対してうんボケのコード楽器が薄すぎてコード感とメロディーの旨味が薄れるとそういうのもあるんだ。あとね聞いてほしいのがあるギターちょっとだけ入っててうんえ弾いたんだそうこれはいいギター弾けたなって思ってるんだけどへ2番だけ入ってるあーめっちゃいいねここからこれいい。めっちゃいいじゃあアゴのねギターめっちゃいいよな腕があんまりないからそうシンプルだけど存在を出すというかでも俺ギター弾けてもこのライン思いつかないもん本当なんかこれね歌と並走してて結す構ごいよ単音？単音でへーなんか俺結構低い方の弦で弾くの好きでギターをねでリホのそのボーカルに合わせて下で一緒に走るというかうんこれはすごいラインだね。ライブでもこうさ一緒にできるそう向かい合って確かに。あとこういうギター入ってくると急に海のバイブス出てくるあ、海っぽい
いね。いけるね。急に海のバイブス確かにめちゃくちゃ夏っぽい。あ、確かに。ボン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 。でこれ俺好きなギターの奏法でさ、うんこっちで弦を押さえてさこっちだけチョーキングするやつあるじゃん、あれが入ってる。ああいいね。ああいいね。ここしかギター入ってないの。これ職人ですわ。ここだけギター入ってるからお仕事やな。いいね。って感じやです。えぐいね。でも楽器少ないのよ。いやいやもうねすごい DTM に関しては楽器少ないはね自慢ですよ。もうマジで。こんなに少なくてかっこいいんだから。出せるっていうねそう少なくてこんなすごいでしょっていう。重ねたらもう自然とそうでかもうくなるもんね。重ねて音がね迫力でかくなるのはもう当然ですから。あとはね実はちょっと最初から仕込んでたこれね。あ俺そのヘイ好き。そうこの辺持ってる。みんな持ってるヘイこれね使ってるこれ。ドゥイリーのやつだね。ドゥイリーのやつもう一個ヘイがいる。はいそうちょっと切ってて多分切らないとダメでビフォーアフターするけど多分これがいくよ。ちょっと長いな。これを切ることによってわかるそうキレが出るよね、リズムにね。さっきのハイハットと同じ考え急にリズム楽器になるよね。そうそう短くするとねっ。て感じだね。面白い。イエーイ。ボーカル見ていきますか。ボーカルです。こボーカルの曲のボーカル勉強になると思いますマジで。これコーラス良かったよ。ボーカルはね一回ちょっとサビ聞いてみようかな。宙にさ飛び出してゆこう少しくらいいいね。悪い子になろう逃げることで私に戻れるなら今は少しだけ忘れようこの言葉はちゃんとちゃんとこれ重要。ちゃんとああいいね。この人数感出すためのリバーブっぽいのってどうやってんの？それね、うわよく聞かれるんですよ。ねそれ私も知り大たい変。なんですよこれやんの。そうまずそもそも本数を取ってもらったのねいっぱい、そうだねなるべく取ってっつって何本取ったの？9人おります。 9ね。多いなそもそも。でも多いかなり多いです。ちょっとずつニュアンス変えてちゃんととかちゃんととかなんかそういう感じでまず取ってもらうからいろんな人のやつをね。で私距離も話したよ。それもめっちゃいいそうわ。大事大事。俺もね結構お家でさこうやって撮ったり、いやそれでやった。でもちゃんやっぱそういうマイクの使い方があー分かってるんで長けてる完全に一流ですね。何をしてるかっていうと、はい見ていきましょう。チェーンがみたいですね。はい何もしてない。何もしていません。はい。ありがとうございました。してないんかい。何もしてないプロキュフォーがただ刺してる。刺してるだけ。あ、それいいよね。これやってるね俺これ好きです。これめちゃくちゃやってるね。買うわ。これはねウェーブスのね鉄板の低音切りまくって高音上げコンプちょっと入れリバーブ短いディレイスラップっていうディレイだねとあとね俺これよく使うのがこの CLA ボーカルのピッチっていうこの一番右のやつうん。ちょっと広がんのよ。なんかワイドナーみたいになるよね。イメージャーみたいな。そう、うんこれよく使う。いつもはねこれはもっと後ろに入れるんだけど今回は前に入ってるね。これもがっつり押さえてるね。9トラックもあるから多分グッて沈めてるんだと思うけどサチュレーターですね。あとねへーとか言ってもう人のデータ見てる。誰のやつやんこれ。そうサチュレーターかけ多分沈みすぎたから前に出すために、パンチをね。ドライは 14% ぐらい、ほんとちょっとそうね。バスとしてちゃんとふさわしい処理がされてますね。でここ最近みんな多分好きなキロヘルツの、このねキロヘルツシリーズ良くていいよねちょっと写真撮ろう。そうただとかだった気がする。そうなの。 0円だった気がする。であと俺こういう音作る時に一番大事にしてるのはこれマルハールームのラージチャンバーなんだね、リバーブモード。そうプリセットでねこのなんとかアンビエンスってシリーズがあってこのプリセットをいじると結構この部屋っぽい部屋なりの大人数感が出しやすい。ピンクの紙でもこいつ使ってる。出過ぎたとこはちょっと削ってみたいな。9トラックもあるんで出過ぎる周波数があるからこいつで叩いて最後まとめて終わりって感じ。ちょっとやりすぎだけどいやでも結構ねこういう積極的な音作り何かを削ったり整えるっていうよりは音色を作っていく音作りってあんまり紹介されてないから意外とねそうこ特にれはすごいボーカルはそうかも勉強になりますね。これはミックス前のやつだからメインボーカルとかはねもっとやってもらってるんだけど俺多分仮で出す時は直近はねウェーブスのこのスタジオラックを使ってたりする。仮でそのミックス前の時はね。でもこの方向性を聞いてエンジニアはそうねこういうのがいいんだねっつっ
って参考にできるからね。ある程度作っとくのはプリミックスやるのは大事。そうまあミックスよくわかんないっていう人はちょっとおすすめなのが1個あって、このスタジオラックのモダンクリスピーリードっていうやつあって、こいつを軸に自分でこのつまみひねっていくと結構そのデモとしてはしっかりした音になるからいいです。いいですね。あとはディレイとかかな。バルハラディレイ好きだね俺最近。長いディレイっていうよりかは短いディレイをこいつで作るって感じ。確かにディレイタイムめっちゃ短いね。それだけ聞くと望んでたことこういう感じだからちょい広の部屋みたいな感じのディレイ出してる。デッドすぎて逆にボケから浮くっていう現象あるあるやけど、そう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 。それをこの空間ちょっと取ってうん馴染みやすくしてんだね。そういうこと。面白い。でメインボーカルに対していっぱいガヤがあって、ガヤを結構最後の最後まで悩んで、後で追加してるっていう感じ。確かになかったよね。ガヤもそんななかったし、コーラスの部分もなくて、でアゴくんがこれを入れたいって言ってくれてレコーディング臨んだって感じだった。楽器が少なかったじゃない、さっき見た通り。そうするともう一個なんか欲しいけど、楽器追加したくないなと思ったの、だからちょっとコーラスというか追加したのがこれか、ウーワーこれだね。ウーワーがあんだ。そううわこれがいい仕事してるんですよ。ああいいね。このねラインこのラインね、めっちゃ良かった。こっちにもいるんだよね、バースのとこに。うまい。わかる。さりげないね。これがいいよ。めっちゃ気持ちよかった。これレコーディンこれねグしててめっちゃ楽しかった。そうね、最後だけここ追加したりね。ヤゴくんはメロに対してもなんかすごいいいアイデアくれて、コーラスとかボーカルのところでもすごいベストなアイデアくれるから、それもすごい助かってる。そんなに？うんあ、そうです。例えば今回この曲で言うとそのコーラスラインのところを作ったのアゴくんでめちゃくちゃいいわと思ったし、ピンクの髪なんかはサビのメロアゴくんですか？そうだ。そうなんだ。そうあれをちょっと変えた。めちゃくちゃいいね。そうだからめっちゃパンチラインを出してくるんですよ。すごいね。トラック作りながらメロもめっちゃいいねそうキャッチネス好きなんです。キャッチネスというか、そのビートに対してこう歌が来たら気持ちいいからこういうビートにしようっていう頭もある程度あるかな。特に最近はそうかも。最近はめっちゃ歌を意識し、歌とライブを意識して曲作ってる。ライブね。ちなみにうちのバンドメンバーがアゴくんの曲やるのめっちゃ楽しい。楽しいですよ。それ一番嬉しくない？妙利につけるよね。そう。演奏者に喜んでもらえるっていう。そう、それが一番嬉しいよね。プロデュースの一番いい形ですよ。こんな感じで全部見れたかな。ありがとうございます。素晴らしい、素敵です。リリースしてどのぐらいのタイミングかまだわかんないけど、この撮影時点ではちゃんと皆さんたくさん聴いてください。はい。お願いします。はいたくさん聴いて名曲です。気になるところがあったらぜひまたコメントしてくれれば質問開始動画とかでまたコメントを返しますので、はい。よろしくお願いします。というわけで前半はこれで終わりたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。これいいな。お。これいい。聞きたい。なんかそのイヤホンで聞きたいみたいな感じはするかな。やばいですね。やばい、1000超えた。換気しないと。めっちゃ結構判断が厳しい。多分大丈夫なんだけどね。まあでも確かにもわってなってるの。でしょ？そう、なんか一応ね正しいっぽいこれは。あ、そうなんだ。そう。まあ、一旦2アイデア出たところでね。これイントロにもいいもんね。めっちゃいい。可愛い曲です。ああ、クラップ入れてね。ありですね。イエーイ。可愛いですね、これは。イントロも最高だもんね、これね。もうクラップでイントロじゃん。最高じゃん。できた。これいいかもしれない。一回これで作ってみようか、今日は。で、
サブでこのかっこいい側を後でやろイエーう。一旦この可愛い方先に作ろう。イエーイ。ちょっとかけとくわ。かけながら換気しとくわ。